はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、この人いつも返事が遅いなって思った経験ありますか？逆に返事が遅い人イコール冷たい人って思われた経験のある方も多いと思います。今日は返事が遅い人ほど実は〇〇ですっていうテーマでお話ししていきます。では結論からいきます。返事が遅い人ほど後で返そうと思ってる人が多いんです。でも実はこの後で返そうが一番危険です。なぜなら人は後回しにした瞬間からどんどん返事しづらくなります。しかもそれって実は脳にもかなり負担がかかってるんです。後回しにしてしまったせいで今更返しにくいな、なんて返そう、時間が空きすぎた、こうやってどんどん重くなっていきます。最初はちゃんと返すつもりだった。でも時間が経てば経つほど心理的ハードルが上がってしまう。だからこそできる人、忙しい人ほど短くてもちゃんと返します。例えば今バタバタしてるので後で連絡します。これだけでもう相手は安心します。逆に返事もない、既読にもならない、こうなったら相手は結構不安になってしまいます。怒ってるのかな、嫌われたのかな、何か失礼なことを言ったかなとかいろいろ考えて不安になってしまいます。だから大事なのは返信速度よりも安心感なんですね。完璧じゃなくてもいい、長文じゃなくてもいい、一言相手に返してください。これだけで人間関係は本当に変わります。私はなるべく早く返事を返すようにしてます。だから周りに驚かれることもあります。立花さん返信早すぎません？とか、中には暇なんですか？とかあとずっと携帯見てるんですか？とか言われたことあります。私は後で回想を貯めたくないんですね。貯めてしまうと頭も心も重くなります。なのでまず短くてもいいので返す、これが大事だと思ってます。人ってメール、LINE の内容よりも放置されたっていうので傷つくんですよね。だからこそ大人のコミュニケーションにおいては早く完璧に返すのではなくて相手を不安にさせない、これが一番大事です。あと今日の台本を書いてて思い出したんですけど、メンタリスト DAIGO さんの本で先延ばしする人ほど早死にするっていう本あったんですよ。めちゃくちゃ面白いです。そしてその本の内容なんですけど、人ってやらないといけないことを先延ばしにしてしまうと脳の中にそのタスクがいつまでも残り続けるらしい。だから脳がずっと疲れててストレス状態になるらしいです。結果心も体も消耗しやすくなると。で早死になると。でうわ返信貯めるのも一緒やなと思いました。だから返信って後回しにすればするほど心が重くなるんですよね。なので完璧を目指すよりもまず一言返す、これで人生は楽になるし、そして長生きできます。ちなみに私はメンタリスト DAIGO さんの公式 YouTube チャンネルをよく見てます。ご興味ある方はぜひ見てみてください。ここで皆さんにお聞きしたいです。皆さん返信すぐするタイプですか？それとも後で返そうと思って貯めてしまうタイプですか？ぜひコメントで教えてください。では続きましてさゆり先生の小話です。どうぞ。さゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。私映画を見るのが大好きなんですけど、同じ映画を見ても人によって見るところって全然違いますよね。例えばストーリーを見る人もいれば、カメラワーク、演出、作り手の技術を見る人もいます。あとこの俳優さんかっこいいって見る人もいますよね。でも私はいつも感動を探してるんですよ。このシーン泣けるなとか、このセリフ刺さるなとか、人の感情が動くシーンを見るのが大好きです。あとはこれはビジネスにできるんじゃないかなと思いながら見てる時もあります。でもな、最近な、感動する前にこれ YouTube の
ネタにできるわと思いながら見てる自分がいてるんですよ。しかも最近ある映画を見ててめっちゃ感動して泣けてきたんですよ。で泣きながら同時にひらめいたんですよ。これなんかいいアイデアだなと思いながら、で映画を一時停止して、でパソコン開いてまだ感動して泣きながら原稿書いてたんですよ。どうなのこれ。ね、もう最近純粋に映画見れてるのか、ただ単にネタ探してるのか、もう自分でもわからなくなってきました。はい、以上でさゆり先生の小話コーナーでした。皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。